こで6万1000キロぐらいで買ったアウディ TT だけど、今のところ、さしたる悪いとこもない感じ。いや、ないとは言えないね。そういえばそうだった。最初にこの車を、下見に行ったんですよ、一回千葉まで。でそうした時に車洗ってたんですよね。見に来るっていうから準備してたんでしょうけど、で洗ってるの見たらドアの隙間とかにツタが絡んでて、これ多分そこの壁沿いのところののっぱらに置きっぱなしだったなっていうのが分かったんですよね。そんなの洗えばいいやとか思ってたんで気にしてなかったんだけど、購入後にこの車からアリが出るっていう現象はありましたね。どっかにアリの巣ができちゃったのか、結構乗り込まれてたみたいで、アリの巣コロリを置こうにも、この球面ボディのところにアリの巣コロリを置けなくって、アリを撃退するスプレーで、いろんなところから、タイヤハウスとかそんなところからたくさん注入して、そしたらとりあえずはアリは出なくなりましたけどね。車内までは入ってこなかったのが良かった。危ないとこだった。であとは、最後に、6月に入手して、今10月中旬ですけど、ほとんど週末とか撮影しようっていう日が雨が多くって、本当雨の日に乗るってことが多かったんですよね。なんだかね、ちょっと大丈夫か、間に合うか、間に合った。雨はしょうがないとしたってさ、この車雨にはちょっと敏感にならなきゃいけない状況があって、車の引き渡し日が6月で、その日は全く雨も降らずいい天気だったんですけど、金曜日の会社帰りに受け取りに行ったんですよ、千葉まで、東京から。で千葉に行って説明受けて、で受け取ってって言ってたら、向こう出るのが9時過ぎだったのかな。でこの車の仕組みもよくわからないまま、とりあえずガソリンスタンドの場所だけを聞いてそこまで行って、でナビをつけて帰ってきたんですけど、千葉からだから高速に乗ったんですけどね。で高速に乗ったら早速なんか風切り音がするんですよ。シューってなんか風の音が聞こえるなって。で窓でも開いてんのかなと思ったんだけど、なんかこのフロントガラスの左上ぐらいのあたりから聞こえてくるっていうことで、これは多分穴開いてるなと思って、でもそれしばらくして、家の、近くで夏の間に夕立があった時には、内側にほんの少し水が漏れていたんで、やっぱ穴開いてたんだなっていうのはありましたけどね。千葉から帰る時に、そういえばどこだっけ、あれなんていうの、あれ蘇我とかいうんだっけな、あの辺から乗って、普通高速道路って入り口から入ったらそこから右に行くか左に行くかみたいな選択肢があるじゃないですか、料金所の先に。だけど都会の高速道路って乗ったらもうその方向にしか行けないんですよね。で千葉の方って全く土地勘なくて、そのまんま、なんでか知らないけどディズニーランドの前を通って帰る予定だったんだけど、なんか海の真ん中の橋を渡ってしまったんですよね。
なんだっけ、木更津からあるすごい高い橋で、その日 ETC カードを持ってくるの忘れて、高速道路どこもかしこも現金払いだったんだけど、なんかすごい3000いくら取られた。道間違えて3000いくら取られて、で結局その日は地元の熊谷まで帰り着いたのが1時ぐらいだったんだけど、大変だった。8000いくらかかったかな、高速代だけで。ガソリン代が7000円。とんでもねえ。真夜中の木更津って何にも人がいなくて怖かったよ、あれ。本当に。何あれ。旅行でしか行かないとこだからね、あんなとこ。立山道っていうのが見えた時にはもうゾッとしたね、ほんと。これ一泊コースかな。どうしよう。さすがにや。まあそんなところで、アリがすくってたっていうのと、問題の、懸案のなんですけどね、フロントガラスの水漏れ。これ多分リアも怖いなって気がするんですけどね。それはいつの日かフロントガラスの交換動画を撮れるように画策してますけどね。あと動画にしたタイヤですね。どうも高速道路で100キロちょいぐらいまで行ったぐらいからなんかバタバタする、ハンドルに振動が起きるっていうことで、ちょっと調べてもらって、そしたら空気圧が異様に高かったですね。2.3 ぐらい入ってればいいのに6キロぐらい入ってた。とんでもない高圧で、どうも燃費がいいと思ったわ。でその時に聞いとけばよかったんだけど、もう一つ問題があって、車外ホイールがついてたんだけど、その車外ホイールくっつけるために、真ん中になんていうんだっけあれ、ハブリングがはめてあって、車外ホイールとこの車のハブの部分がぴったり合うように輪っかでちょっとかさ増ししてあったんですよね。それ気がつかなくて、もしかしたらそれ結局それ後で見たら歪んでんですよ。樹脂製のやつだったんだけど、4本中3本が潰れてる感じだったんですよね。すなわちちゃんと真ん中にくっついてなかった可能性がある。でまた日本車と違ってナットナットでホイールを締め付けるタイプではなく、ボルトで外から締め付けるから、最初固定されてないわけですよね、タイヤが。浮いた状態から外から押さえていくわけなんで、ちゃんと真ん中にしっかりしてやんないとそのままくっついちゃったりするみたいなんですよ。いつもお世話になってるタイヤ館さんの方では、1本ずつ有料だけど、それを真ん中に完全に振動させながらボルトを締めていってぴったりと真ん中にするっていうサービスがあるらしいんだけど、ちょっとね1本500円ぐらいだったんかな。なんかそれ1回やっても直ちに狂いそうな気がしてまたすぐ自分で外しちゃったりするでしょうし、なんでまた後でいいやって言って断っちゃいましたけどね。そこでしかできないセンタリングなんてちょっと困るじゃないですか。だからセンタリングは自分でできるようにしておかないといけないかなと思ってますけどね。結局それによってその
ハンドリングがおかしい、スピードが出せないっていうか、100キロぐらいで走ってるのが一番燃費が良くていいんですけど、ちょっと緊急避難的にね、110とか出すことあるじゃん、120ぐらいまでは。ここだけの話。そうするとブル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 っと振動が来ると、あれは絶対危ないですからね。で結局その車外ホイールは一旦外して、今最初にもらったノーマルのですね、最初にこの TT にくっついていたホイールを今はめてます。でそれでちょっと高速道路で走ってみたんですけど、今度はやっぱり揺れないんですよ。でそうするとやっぱりハブリングかなっていう気はしますよね。といったところで、ちょっとハブリングも買ってはあるんだけど、ちゃんとくっつくかなとか、くっつけた後今度は外れるかなとかね、もういろいろと、アルミ製の買ったもんだから、あまりにもぴったりすぎて怖いんですよ。はめたら二度と外れないんじゃないかと思って。なんでちょっと今車外ホイールをつけるのはちょっと一時停止してます。あと不具合的なところっていうのは全然なかったかな。なんとなくこのボンネットがずれてる気がするんですよ。で海外のサービスマニュアルを2000円ぐらいのダウンロード版を買ったんで、それで見てみたら、ボンネットの根元の部分でそのちょっとしたズレみたいなのは直せるみたいなんですよね。すっごい細かく調整ができるみたいなんで、前後だったり左右だったり、その辺で直せばいいんだろうけど、多分自分でいじったら取り返しがつかなくなると思うんで、とりあえずパッと見わかんないんでそのまんまにしてますね。あと電気系統系は大丈夫、何の問題もないな。あとはね、中古って言ったところで、これは、今まではあんまり中古って買ったことなかったんでよくわかんないんですけど、スペアキーがないんですよ。メインの鍵1個渡されて、スペアキーないんですかって言ったら、いやないんですよって終わっちゃったんだけど、そういうものとか思ったんですよね。ちょっとそこはちょっと気になるかな。ホイールはでもね、車外ホイール新品のものを最初にくれるっていうのがなかなか不思議な感じで、なんか自社で作ってるらしくって、これはサービスですとか言ってでっかいホイールをもらいましたけどね。タイヤはメーカーを調べたら中国製で1本9000円もしなかったな、8000円ぐらいだったかな。そんなタイヤがくっついてました。いつかちょっと安くても名前のあるメーカーのものに変えたいなと思ってるんですけどね。バーでしばらく前に聞いた話があって、その人はやっぱアウディ乗ってて、でピレリに勤めてたんですよね。そしたらピレリいいよって、ポルシェなんかにもついてるし、で安いしさとか言って、安いの？ピレリは安くないでしょとか言って、なんか高そうな名前じゃんって言ったら本当に安かったんで、あれもいいなと思ったけど、どこで売ってるのかわからないんですよね。そんなところで、ちょっとしばらくはかかるけど、その前にもしかしたらあれですよね、雪が降ったらどうしようっていったところですよね。そっちの方の対策が先かな。まずは先にホイールじゃないや、あれを買うことになりそうな気がする。あれ失礼。ごめんね。スタッドレスタイヤを買う可能性がありますね。19インチのホイールだから高そうだけどね。
あとは中古車だからって言ったところで問題点って言ったらね、車の中の匂いとかその辺はないみたいですね。あと最初に納車日から1週間延期してしまったんだけど、それなんでかっていうと、カーナビが全く動かなくなってしまったって言ってましたね。で、まるまるちょっと別の車についてたカーナビをつけたって言ってたまあなんとでもしてくれよと思ったんで、まあいいけどね。車自体も2012年式ですね。アウディ TT で FF の 1800cc は2012年から新しく出た形みたいで、結構それまでの問題点っていったところが解消されているっていう噂なんですよね。その前のやつだとちょっとシフトノブの形が違ったり、ちょっとねあんま好きじゃないんですよ。だからちょうどこの2012年式でまあ6万キロぐらいでといったところで探してたんですよね。本当はクワトロが良かったけど、当然クワトロはさらにまあ50万から80万ぐらい高いって言ったところ、そうですよ、この車の値段言ってませんでしたけど、この車は139万円だったかな。車検がまあ通してなかったので、納車までに車検を新規に取ってくれるっていう車検付きで139万円ですね。で、あとそう条件的にね、バックモニターは必須だったんですよ。後からつけるとなるとあれ結構な金額取られるみたいで、アウディに後付けするものっていうのはすんごい面倒くさいらしいんですよね。5万から8万ぐらい取られるっていう、まあディーラーの話かもしれないけど、なんでバックモニターは最初からついてるものを探してました。おかげさまでその辺のものが見つかって、で139万円ちょうどいいんですよ。それより安いやつはやっぱりなんかね怖い。別に傷とかそういった問題ではなくて、多分距離かな、距離の問題かな。年式っていうよりもなんかアウディよく探してたら距離で値段が変わってた気がします。とはいえ欧州車っていうのは20万キロとか走っててもなんか平気ってよく聞くので、私はちょっとドイツ車を信頼して、そこはもう大丈夫と思って買ってますけどね。で、先に保険に入るために車検証を送ってもらったんで、その車検証でアウディのディーラーのホームページに車検証に書いてあるその車体番号を入力すると、リコール対象かどうかの調査ができるページがあるんですよ。そこで調べたらDSG のプログラムアップグレードがまだされていないっていうのがあったんで、まあ、それもちょっと知っといてよかったなと思って。で、納車してもらった後もうすぐにまあ、埼玉の人なのに群馬の太田にあるアウディのディーラーさんの方に、まあ、そのまま画面からリコール対応をしてもらう予約をして、で無料で対応してもらいました。なんか車庫入れとかの時にバックギアに入れた時にすごい負荷がかかるらしくって、それでなんかクラッチケースが割れるっていう、致命的じゃんそれみたいなね。本当にね、平気でそういう致命的なことが起きるんでね、嫌だよね
割れるところっていうのはおそらくプラスチックなんですよ。嫌だね、本当に。なんともね、壊れる車っていうか、日本車にずっと乗ってると考えられないことばっかり起きるんだろうなと思ってるんで、非常に嫌な気はしますけど、今のところはプログラムのアップグレードで済ました感じですね。どうぞ。よー。大丈夫でいい。どうせ赤だから。ディーラーに行った時に、このカーナビがやっぱり古いんで、地図が全然違うんですよ。首都高乗って帰った時も料金は900円って言ってたんで、自分的にも当然900円だと思ってたんですよ。昔から首都高って900円だよねと思って。そしたらなんか1300いくら取られてすごい焦って、小銭をポケットから出すのにも一回車降りたもんね不慣れで。ほんとね、このドアの厚さっていうか、このドアから外のボディのとこまでが結構距離あって、最初近づけるのが怖かったですね。今慣れたけど、慣れたっていうのは多分埼玉の田舎にいるから狭いとこ通らないので慣れたかのように思ってるだけかもしれない。ちょっとそこまでは分かんないですけど、この車に乗る前は N ワゴンに乗ってたんですよ。ホンダの N ワゴン。N ワゴンも、2台乗り継いだんですよね。で、それまで乗用車乗ってたんで、あまりにも乗用車の、13年乗った時にいろいろとお金が、長く乗れば乗るほど損するような仕組みにちょっと頭きて、でもうだったらもうまた新車買ったるわって言って軽にしちゃったんですよね。安いだろうと、いろんなものが。N ワゴン結構ね、ガソリン代っていうか燃費悪くてね、それはともかく本体が250万もしたの。オプションは全部つけといて、グレード、一番いいやつでみたいな感じの買い方しちゃったら250万もした。あれはね、ちょっとね、おかしいね。考えてみると、軽に250万出すバカはどこにいるんだよってね。で、1台目を途中で売ったお金が結構高く引き取ってもらったんで、今度はそれを頭金にしてまた同じ N ワゴンの機種変をしたんですよね。でもその時も一番いいやつでっていう風にして買ってるんで、やっぱ250万は変わらなかったんですよね。なもんなんでね、ちょっと結構もったいなかったかなっていう気はしていますけどね。ここだ。ちょっとバーキに行ってみるか。なんだ、こっちか。モニターがない。はい、クーポンの117番。はい。
で、どうしようかな。どうしようかな。じゃあアイスコーヒーでですね。はい、以上です。はい。はいはい。ここんちは狭いよね。ベーコンチーズアッパー M セット690円。クーポン助かる。ほんとクーポン助かるわ。シーカ使えんのかな。現金あるか。現金使っちゃうのがきつい。いや、使っちゃいましょうね。でその250万円っていうやつをまたちまちま払ってたわけですけど、もうね、54歳だし年だし、そろそろもう娘たちも自分で車買って乗ってることだし、家族旅行とか行くわけでもないし、軽で家族旅行行くんだったら親の普通の乗用車借りればいいしとか思って、そうだね、今しか買えないよね。実はもう5年ぐらい前からマーサンガレージで紹介する前からボクスターが欲しかったんですよ。あの頃ほんと60万とか70万とかで買える金額だったんだけど、マーさん紹介してからどんどん高くなっちゃって、で悔しいから FX で10万円を100万円にするプロジェクトとか言って頑張ってたんだけど、全然増えなくって、結局2年かかって10万円が8万円まで増えました。で諦めて、やめたっつってやめたんですよ、あんなの。もう毎日毎日ね、辛いしね、片手間じゃ無理だよね、やっぱね。一時期40万ぐらいまで行ったんだけど、トランプさんのせいで、トランプさんが失脚したせいでね、一気に減ったんだよね。それはともかく、最後だしな、もうそろそろ最後になっちゃうかもしれないし、世の中コロナとか天変地異もあるかもしれないし、あの時買っとけばななんていうのが後悔したくないですよね。そう思って、中高年でも買っても恥ずかしくないようなシャレオツなスポーツカーが欲しいなと思って。イギリス車とかね、高すぎるし、あれほんと成功者だよね。大金持ちの社長とかが道楽で買うものであって、実用的でもないし、壊れるのもね、なんかロマンスグレーのおじさまが道路端でね、なんかクリケットみたいな格好したおじさんがね、ボンネットを開いてなんか修理してる姿なんて、なんか憧れちゃうななんて思ってたんですけど、ちょっとそれなんか無理っぽいな無理だな。壊れるとは言っても、でもまだマシだろうって思われるアウディはね、でも考えもしなかった。アウディ TT 自体は名前も知らなかったんですよ。ただ街中でずっと前に見た時に、もういきなりこのお尻の形を見て、もう惚れ込んでたんですよね、実は。もともと私をスキーに連れて行った時代のセリカが大好きで、それを、2台乗り継いでるんですよね。お尻の姿といい、流面系という名前で言われたセリカ、あれがやっぱ好きだなと思って、結局そういった形の車に戻った気はします。
で実際この形気に入ってるしね、いいね、この滑らかな感じ大好きで。まあアウディね、アウディって今までだからこの速い系の車はないと思ってたんですよね。知らなかったで。今のアウディはもうほとんどフォルクスワーゲンだって言われてる。でもハーゲン自体もね悪くはないけどさ、ビートルなんてやっぱり名車だしね、あれも悪くない、欲しいなって思ってたぐらいだけど、とは言ってもハーゲンはねなんかねつまんないじゃない、つまんないじゃないっつったら失礼なんですけど、今のワーゲンは本当に速いみたいで、思い切って車買うんだったらと思ってフォードフォーカスとかあんなの買っちゃおうかななんて思ったんだけど、あれやっぱ中古でも異常に高いんで買えなかった。もともとジムカーナとかラリーとか、まあジムカーナはやってたけど、ラリーは、まあ、自分にジムカーナ教えてくれた人がラリー屋さんだったんで、まあ、ラリー車ベースのものっていうのはやっぱりいいよみたいなことを言われてたんで、ちょっとフォーカス欲しいなと思っちゃったりしたんですけど、ちょっとそれは入手できませんでした。で、何を思ったか、ずーっと四駆がいいって、四駆ターボ、フルタイム四駆ターボっていうのが自分が一番まあしっくりくる車だったんだけど、四駆は買えなかったけれどターボ車で、まあまさかのアウディ。そうなんですよね。そういえばあの丸っこいアウディってなんだろうなっていうんでカーセンサーとかで調べたら TT だっていうのが分かって、で TT ってどういうんだろうって調べてったら、2代目 TT がやっぱりね自分は好きだったんですよ。海外ではアウディ TT マーク2って言われてる。で今出てるちょっと釣り目の形のやつがマーク3ですよね。でマーク3はやっぱりまだ高いですね。なんか最近やっぱり値段が上がってる気がする。アウディの TT シリーズもマーク3多分セカンドバージョンぐらいでもう作るのやめるっていう話なんで、最後のアウディかなーっていうか、アウディ TT かなと思って、そんなわけでまあこの車にしてみたんですけどね。今のところねすごい気に入ってるんですよ。とにかくね速い。最初に乗って家まで帰んなきゃなんないって言った時はね怖かった、速くって本当に。多分これアクセルワークのところはこれが全くその電子的にオンオフみたいなものでアクセルワークを測ってるせいでちょっと敏感なんですよね。これはちょっとね、なんか調整するツールも売ってるみたいですけど、あ、よいしょ。お待たせいたしました。はい、690円です。はい、じゃあ1000円で。すいません、お預かりいたします。310円のお返しです。はい、あ、じゃあすいません。はい、どうも。お楽しみになってお待ちください。はい。でもアウディ TT がいいなと思って調べてみたら、まあ2シーターなのかな、2ドアクーペ2シーターなのかなと思ったら、一応後ろに人が座れない椅子がついてるんですよね。ただシートの場所があるっていうのは荷物が置けるじゃないですか。でうちはボーダーコリーが絶対後ろの席に座りたがるんですよ。子犬の頃に前は危ないから後ろに行きなさいっていうのを教えたら二度と前に乗ってくれなくなっちゃったんですけどね。本当はもう助手席に乗ってほしいんだけど全く乗らない。だから今あの子は後ろに乗ると、犬が乗れるように、まあ、人が乗らないからちょうどいいしね。ただうちの犬
30キロの体重があるんだけど、やつが乗ったとしてもお尻がずり落ちるぐらい狭いね。あと犬が乗って頭が当たるってどういうことよっていうぐらい、後ろはもうどうしようもない空間になってるみたい。まあそれはいいとして、まあ一応後ろのシートがあって荷物が置ける。お待たせいたしました。セットお一つです。はい、はいどうも。はいどうも。こうか。まあシートがね、とりあえずあるっていうのは助かったのと、僕は流れるウインカーとかは別に欲しくはなかったんですよ。あんなので喜ぶのはお子ちゃまな証拠だぜ。流れるウインカー、まあね、買えばいいことだし、今どんな車にだってついてるしね、あんなのね。ただウインカーの下のデイライトみたいなやつ、あれはこのマーク2から LED がずらーっと並んでるタイプなんで、そっちにしといてよかったなっていうふうには思ってますけどね。この会社ってプログラムっていうかECU でしたっけ、なんだっけ、なんとかコンピューターユニットみたいなやつ、あの辺を操作できるツールが出てるっていうね、あれいいなと思いますよ。本当日本車にはあるのかな、知らないけど。しまった変なタイミングだ。あれどうやって行ったらいいんだろう。日本車ではね、そんなコンピューターいじるなんていうのが考えもしなかった。別にブースト圧とかそこまでいじるとかそんな話ではなく、車のセッティングをいじることができる、まあアクセサリー的なもののね、セッティングをいじることができるっていうのは非常によくできてるなと思って。ただね、それのせいなのかわかんないけど、会社はエラーが起きると帰ってこれないっていうか、エラーが起こっちゃうと車を止めてしまう気がするんだけど、やたらモニターして、そのモニター上でこれ危ないですよっていうのが出ると、本当に危ないかどうかも分かんないまま、エラーだからみたいな感じで、エラー出てるし、エラー出てんだから動いちゃダメでしょみたいなことをなんか融通きかない気がするんだよね。だからこの間のカリスタなんかで、そのエラー出てるけどそれだったら問題ないでしょっていうのをリセットすることができるっていうのは、本当なんていうかさ、まああってよかったなっていうのも、なんかマッチポンプみたいなね、自分で自分の首を絞めてるから、それに対する、なんか治療薬を売ってるみたいな感じがあって、まあ、アウディが出してるわけじゃないけど、どうもね、カリスタみたいなものが存在するということ自体、会社ってやっぱなんかね、変だよねと思う。一人ずつね、そうで1台ずつ入っていけばいいんだよ。後ろのベンツは譲らなかったようですけど、ちなみにこの左のビッグモーターさんに N ワゴンは高く買い取ってもらいました。なんかちょうどね、すごい交渉したんですよ。残金がいくらあるから、それ以上に
でだったら売るって言ったら、そこまでね何度も電話して、でなんとかそこまで行ってくれたんですよね。ただ距離は短いしさ、1回目の車検前だったしね、残金結局177万だったからあったんですよ。だから177万で買い取ってもらって、でその分を、まあ、ホンダリースさんの方に返してもらって、何にも残んねえというね。随分金払ったよ、ホンダさんには。残クレは良くないね、やっぱね。でもさっさか乗り継ぐんだったら残クレもいいなとも思うしね。なんとも、なるべく余計か。よし、また自衛隊方面に戻ってみますか。ショートトトまあれ混んでるんだよね、ここ17号国道中山道ですね。中山道はやっぱりね、2車線区間は混んでるな。そんなこんなんでアウディ TT とね、中高年にもね合うと思う。そういったコラムが書かれているサイトもあったんだけど、ね、その通りだよねと思った。おじさんにも合うし、またこのアウディ、今これシルバーなんだけど、これまたスーツに合うなと思ってね。私また結構スーツフェチなもんだから、最近着てないけど家仕事が多いから、やっぱねスーツに合うのよ、アウディって。なんちゅうかね、ちょっとあのちょい悪親父とは違う、なんか真面目サラリーマンの乗る車、アウディって感じがするんですよね。だから私がだから30代とか40代だったらアウディはいい、すごい似合う、かっこいいっていう感じになるんじゃないかと思うね。やさ男系のアウディ、そんな気がする。また言いつつ、いろんな車欲しかったんですよ、本当は。しばらく悩んでたのはマスタングのコブラだよね。新車でいろんなカスタマイズしても意外と安いんだよね。500万ぐらい。っていうか、あれスーパーカーじゃなかったのって。あれはちょっとね欲しいなっていうかね、思ってたけど、燃費はリッター3キロっつったしねさすがにちょっとやめた。置き場ないしね、トラックみたいにでかいしね。でもまああれもね、いい感じの車だったな、ほんと。ポルシェのボクスターはどうだったんだろうね。マーさんが乗ってるあの99、99いくつだ、もう最近わかんなくなっちゃったな。新しい系のボクスターだったらまだいいけど、それでもね、マーさんレベルであれだけ苦労してるのを見ちゃうとね、逆に買わなくてよかったなそう、あれは本当ね、逆に買わなくてよかったなって思った。危ないとこだ。あんなにメンテナンス性が悪い車ってあんの？まあそりゃそうだよねトシップだもんね。多分 MR2 だって僕は手に余ると思う。でもちっちゃいから手が届くか。
この車はちょっとね、意外とエンジンルーム見た時にスカスカだなと思ってホッとしたんですよ。ところが1個前のその N ワゴンはギッチギチで何にもねいじりようがないなと思った。今の車ってもうほんとエンジンルームは素人には触らせないっていうような雰囲気がもうありありじゃないですか。ああいうのは嫌だなと思って。で最初にこの車の下見をした時にエンジンルームを見て、これだったらまだいいかなと思ったんですよね。オイル交換ぐらいはできるだろう。プラグが、すぐ手が届くわみたいな場所にあると。なんかね、プラグ交換すらね、ちょっとこれはどういうつもりで作ったのみたいなものがあるからね。プラグの交換はいらないのかもしれないけど、ただちょっといじってみたいじゃん、その辺は。この車の心臓部にさ、少しでも近づいてみたいんだよね。次に壊れる、この車ミッションが壊れたらどこだっけな、愛知県の方で60万円ぐらいで直す会社があるんですよ。多分そこが最安だって。そこで直すしかないみたいで、ミッション以外は壊れないと思う。他壊れたとしてもまだなんとかなるでしょ。ここ今止まるじゃなくなったのか。あらよかった、止まっちゃったよ。あとはそんなに距離乗ってないし、スポーツ走行してるわけじゃないから、ブレーキディスクの交換みたいなのっていうのはまだ先になりそうな気がしますね。こんなところでお腹すいたな。4時半なんだけど、これからバーガーキング食べる。お昼なんだけどね。お昼の時になんかお腹空いてなかったんだよね。で今バーキン食っちゃうとさ、絶対これでまた晩ご飯が食べらんないんだよね。どうしよう、もうさ、早めにもうビール買っとこうかな。バーキンで金麦みたいな。お腹すいた。もう車犬乗ってるから汚れは全然気にしない方なんだけど、ちょっとね、今から食べるっつってもねめんどくさい。ちゃんと家でゆっくり食べたいですね。そんなわけでまた車載動画はまだうまい具合に撮れてないところがあるんで、もう少し工夫をして実験をして見やすく、見やすくね。意外とね、車の中狭いし物を取り付けられる場所が少ないんで、意外と車載動画難しいんですよね。どうやってやったの他の人。いいカメラ GoPro かなんか持ってんでしょうね。 GoPro だったら多分どこに設置してもね、綺麗に撮れるような気がするんだけど、いまいちですよ。ちょっとそこら辺も試行錯誤しながら車載動画もいろいろ撮ってみたいと思ってます。それじゃあまた。